皆さんこんにちは、おたたびです。今回は愛媛県の山奥に昔ながらの風情が残るレトロな温泉宿を訪ねます。山奥にありながら多くの人に愛される人気の温泉宿とのことで楽しみです。場所は愛媛県南予地方に位置する大洲市。山奥に佇む歴史ある温泉宿、親部温泉に宿泊します。あともうちょっとで到着します。こちらを左ですね。ここか。よいしょ。到着しました。こちらは愛媛県内子町です。古い町並みがあるっていうことで来たんですけど、一度訪れたことがありますね。動画にはしたことはないと思うんですけど、やっぱり来たことがあります。こちらは八日市五国の町並みという場所で、江戸時代後期から明治時代にかけて木蝋の生産で栄えた城下町の面影を今に残す歴史的な町並みです。約600メートルにわたって白壁や格子戸を備えた伝統的な町屋や称号の屋敷が立ち並んでて、昔にタイムスリップしたような景観を見ることができます。この先から古い町並みが続いています。早速散策したいと思います。はい、こんな感じでですね、古い建物が立ち並んでいます。で、こちらは何でしょうか。古民家を再利用したお店もね、たくさんあります。
現在もですね、住民が暮らしながらこの街並みを守り続けています。江戸時代のような名残もありますし、昭和な感じもね、残っています。ここはね、一応通学路でもあるんで、今から学生が多くなると思います。こういう街並みの中に川が流れてたらすごく風情を感じます。こっちの景色はまた全然違いますね。建物がだんだんとね、立派になってきました。で、この辺りはですね、お店とか少ないんですけど、もう200メートルぐらい進むとお土産屋さんとかね、お食事どころがあります。確かね、劇場とかもあったような記憶があるんですけど、とりあえずね、どんな場所だったのか振り返りながら、散策したいと思います。で、こちらが中学校ですね。街並みの中に溶け込むように学校が建っているんですけど、この学校もね、景観を壊さないように白壁で囲んでいます。こちらは商店ですかね。今はちょっとやられてるのかわかんないですけど、この街灯も味があります。傘とか売ってるんでまだ営業されてますね。中には文房具とかも売ってます。全国いろんなとこに行きすぎて一つ一つ覚えてないんですけど、改めて来るとまたね、感動があります。この辺りからね、お店が多くなってきました。書籍、本屋さんですね。で、こちらは宿泊施設。こういうとこで一回泊まってみたいですね。なるカフェっていうカフェです。家の中がどんなんなのか気になりますね。今早朝なんで、どこもね、開いてません。ここからすごいですね。時代劇のセットのような街並みです。これがリアルに残ってるのがすごいですよね。で、こちらはですね、1982年に四国で初めてね、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。飾り瓦っていうんですかね。すごい立派。ほんとすっごい。徳島のね、うだつの街並みもすごかったんですけど、こちらはね、建物自体が立派ですね。ここはですね、木蝋の生産で栄えた城下町で、木蝋はですね、ハゼの木の実から作られるろうで、ろうそくの原料として使われていたそうです。こちらはろう垣です。木蝋の原料となるハゼの木を使った垣根で、木蝋の生産で栄えた内子町の歴史を伝えています。盗難防止用に、作られたみたいですね。家からはですね、子供の声とか聞こえてきて、なんかね、不思議な感じもします。こちらは、八日市資料館。ですね、こちらの建物はですね、江戸時代末期、約170年前ですね。170年前は染め物屋さんを営んでいたそうです。じゃあ170年以上前の建物ってことなんですね。今は資料館としていろいろね、展示しているみたいです。本当にね、タイムスリップしたような感じです。で、この辺りからね、お店がね、ちょこちょこ増えてくるというか、街並みもね、だんだんなくなってきます。昭和っぽいような街並みに変わってきます。お寺か神社かなと思ったんですけど、教会みたいですね。で、この辺りからね、お店が立ち並んでいます。こちらはですね、お醤油が販売しているみたいです。で、この酢卵っていうのがすごくね、気になったんで調べてみたんですけど、卵を殻ごとお酢につけたものだそうですね。それのドリンクが販売してるみたいです。酢卵ミュージアムっていうのも
あります。いや、ちょっとこれ気になりますね。残念ながらね、今開いてないんですけど、この写真がそうですね。で、見た目はね、本当に卵の黄身みたいな色してますね。こんな感じでお店がたくさんあるんで、昼間はね、観光客でいっぱいなんだと思います。こちらにもありますね。有名なんだったら買っていきたいんですけど、何時から開くんでしょうか。すごく気になったんで、ネットで買ってみます。映画館か劇場かな、何かそういう建物が残ってたと思うんですけど、どこでしたかね。なんか路地裏に入ったらあったと思うんですけど、ここ。はい、こちらです。本当にね、何気ない場所にあります。昭和40年まで上映されていたみたいです。ポスターも古いですね。当時のポスターなんでしょうね。幸せの黄色いハンカチってさっきなんか看板がありましたね。この辺りがロケ地だったんでしょうか。今は上映とかされてないんですけど、なんかたまにイベントなどで上映したりすると Google マップに書かれているんですけど、中は見学できるんですかね。当時の映画館がね、残っているの本当に、すごいです。高知県のね、室戸岬の方にもですね、現役の映画館があります。耐震劇場だったかな。気になる方はね、ぜひ、訪れてみてください。それではね、次の目的地に向かいたいと思います。駐車場の方に戻ってきました。今回も、穴場のスポット見つけてきましたんで、今から、巡っていきたいと思います。また旅の原点に、戻るようなですね、場所です。それではね、次の目的地に向かいます。駐車料金なんですけど、時間外だからいいですって言われました。無料で止めさせていただきました。ありがたいです。ここから23キロ36分で到着します。で、ここから山の中に入っていくんですかね。はい、地図だとそんな感じです。あっという間にね、険しい道になりました。どんどん標高が上がっていってます。一気に駆け上がるって感じですね。なんか狭くなったり広くなったりよくわからない道ですね。でも落石とかないんでね、普段車が通るんだと思います。よいしょ。うわ、すっごっ。うわ、怖っ。すごい景色やね。だいぶ標高高いんじゃん。標高高いよね。うわ、すごい建物。何や。もう書いてる。おとぎ話の世界やな。はい、こちらを左折して県道245号線に入ります。目的地はあと4分ですね。はい、こちらです。あ、駐車場もちゃんとあります。はい、到着しました。赤子滝という滝が、この先にあります。すぐそこに滝が見えてるんで、もう歩いてすぐだと思います。はい。で、
こちらにはですね、車が3台止めれるスペースがあります。こちらにはね、ちょっと、難しいことが書いてあるんですが、簡単に説明すると、日浦川にある高さ20メートルの滝で、赤い石の地層でできた四国では珍しい滝とされているそうです。で、また昔から地域の人々に親しまれ、滝の近くには供養塔があるそうです。以前はね、滝の裏側を通ることもできたため、恨みの滝とも呼ばれているそうなんですけど、以前ということは、今は滝の裏側に行けないんですね。ちょっと行ってみないとわかんないんですけども、この書き方だと滝の裏側には行けないようです。それではね、早速見に行きたいと思います。はい、こんな感じでね、遊歩道になってます。水量は全然ないんですけど、高さがあって迫力があります。なんか向こうにも遊歩道が続いてますね。歩いて1分ですね。はい。水量はないんですけど、高さがあって、緑に囲まれた周りの景色がこの滝の迫力を際立たせています。こんな水量がなくても、この周りの景色だけでね、これだけの迫力が出るんですね。赤い地層っていうのは多分このことですね。この辺りの岩が赤くなってます。この地層が珍しいそうですね。行ったらダメとは書いてないんですけど、どうなんでしょうか。ここまで柵がしてあるんで、行ったらダメっていうことなんでしょうね。行きたいんですけど、やめておきます。観光休憩所。あ、これが休憩所なんですね。はい。で、周りはこんな感じですね。コンクリートで、できた遊歩道になっているんで、こんなにすごい滝があるのに景観が損なわれているような感じがします。こういうコンクリートの遊歩道ではなくてですね、土を固めた自然のね、遊歩道にした方がもっと迫力があったと思います。それでは次の目的地に向かいます。とっておきの場所です。出発します。ここから18キロ33分で到着します。曇ってきましたね。なんか雨降りそうです。なんかどえらいとこ走ってんな。これ何なん下のやつ。これ何やろ。うわ、家あるで、ここに。左下。展望台かな。展望台。ちょっとやってみようか。行く？全く。なんでやねん。はい、こちらのかやぶきの建物なんですけど、おそらく展望台ですね。うわ、綺麗。そんなにね、高さはないんですけど、のどかな街並みが見渡せて、すごくいいですね。はい、それでは先を急ぎます。
でこちらね、草川地域づくり活動センターという場所なんですけど、ここを寄らないとね、今から行く場所に行けないんで、ちょっと行ってきます。受付してきました。で、今から観光する場所はですね、ここから14キロ、車で23分の場所になります。ではね、もう早速向かっていきます。ほんとね、知名度のない場所なんですけど、意外とね、ちょこちょこ来られる方はいらっしゃるようです。あ、すごいレトロやね。うん、お店あるよ。お店ね、閉まってるやってんのかどうかわかんないね。やってないんやろね。山の中に入りましたというか、まあずっと山の中なんですけど、木漏れ日が綺麗ですね。この道を行くみたいですね。坂本龍馬第一歩の地。あ、これをさらにこの森の中に行くと坂本龍馬が歩いた道なの。険しいところやね。ね、めちゃくちゃ険しいよね。っていうか道っていう道じゃないやん。すごいな。でも好きな人はこの坂本龍馬の、歩いた後を追っていくんやろね。あれからこんな感じの道をずっと走ってるんですけど、車通りは全くありません。すれ違うこともなく、ただね、道はすごく綺麗ですね。一応ね、案内はあって、注意書きが書かれてるんですけど、これまたね、後で説明します。あらら。あらら。これ通れる？もう強行突破で。強行突破。嫌な音した。あらららら、あれ果ててるじゃん。本当にこれちょこちょこ来てるの？ちょこちょこ来てるって。ちょこちょこ来てるとは言ってたけど、車はね、1、2台止めれるスペースに止めろって書いてあったんですけど、ここですかね。ここに止めろってことか。ここからはね、歩いて向かいます。はい、それでは向かいます。結構ね、険しい場所みたいなんで、そういう装備で来ました。で、ここで結局行き止まりですね。車はこれ以上先は通れません。で、今回はですね、この羅漢穴という場所に来ました。はい。で、この先ですね。ちょこちょこ来られる方はいてるって言ってるんですけど、どの頻度で来られるんでしょうか。ありました。あちらですね。車止めたとこから本当にすぐでした。よいしょ。うわ、すんごいひんやりしてます、この辺りは。はい。こちらです。うわ、寒っ。こっから来る風がめちゃくちゃ冷たい。長時間入れないかもしれません。寒すぎて。こちらは誰でも見学することができます。できるんですけど、施錠されてます。施錠されているロックナンバーをこちらのですね、ジオミュージアムか、このさっき言った活動センターに行って、この鍵のね、番号を聞かないと、入れません。で、こちらのジオミュージアムの方はですね、毎週月火は休みなんで、休みの場合はさっき言った草川地域づくり活動センターに行くと鍵の解除の番号を教えてくれます。で、今日はね、月曜日なんでこちらに来ました。それ以外の曜日はジオミュージアムの方で解錠番号を教えてくれます。施錠番号の方を教えてもらったんで、解除して中を見学してみたいと思います。はい、鍵を解除しました。これで入れる状態ですね。開きました。かなり穴場スポットになるんですけど、なんとこちら愛媛県最大級の鍾乳洞になります。愛媛県最大級の鍾乳洞なんですけど、大々的に観光地化されてないんですよね。この洞内はですね、めちゃくちゃ広いです。この洞窟はですね、700メートル以上あって、高低差が70メートル。
天井からの石灰成分が固まってできた鍾乳石群や、入り口から約100メートルの分岐近くには高さ 2.5 メートルにも及ぶ大石柱があり、南東方向に伸びる砂道ではバーミキュレーションを見ることができます。で、さらにね、先に進むと、三の池と呼ばれる地底湖があるそうですね。見学できるのは一応この三の池までなんですけど、この水中にまだ洞窟が続いているそうです。いや、どれぐらいかかるんでしょうね。めちゃくちゃ広いですね。この洞窟内ではですね、こういう生物が見れるそうです。虫やコウモリが苦手な方はちょっときついかもしれません。この受付するときにもですね、いろいろ注意事項というか気をつけないといけない部分を説明してくれるんですけど、この洞窟は完全整備されてません。なので電気も一切ありません。懐中電灯一つでこの中を突き進んでいきます。説明はこの辺で、もう早速ね、この洞内を見学したいと思います。右側にはですね、祠があります。どういった意味の祠かわかんないですけど、一応この下にはね、開運って書いてます。洞内は狭いかもしれないんで、ヘルメットかぶってます。コウモリの糞尿の菌が舞ってるかもしれないんで、マスクもしてます。あとは手袋ですね。あと懐中電灯です。満充電にしてあるんで、大丈夫とは思うんですけど、一応予備でね、もう一個持ってきてます。あとはもう汚れてもいいようにですね、ラッシュガードと、あと長靴履いてきました。はい。こんな感じで、中を突き進んでいきたいと思います。それではね、向かっていきたいと思います。すっごく冷たい風が来るんですよね。長時間滞在できそうにないぐらい寒いです。うわ、狭いな。いきなりこれか。入り口入ってすぐこんな感じですね。誰でも見学できる場所で観光地でもあります。なので酸素がないとかそういうね危険はありません。そもそもそんな危険な場所をこうやって一般開放なんかしないと思うんで。はい。入り口付近はですね、コンクリートで固められてるんですかね。一応歩きやすいようにはなってます。こういう洞窟に久しぶりに入るんで、正直ね、ちょっとビビってます。こっからちょっと広くなりました。うわ、すごい。これ地震来たらめちゃくちゃ怖いですね。こんな場所が一般開放してるのにも驚きです。一人っていうのがちょっと怖いですね。一応一人でも入って OK な洞窟です。高さはね、4メートル、5メートルぐらいあります。でも整備されてないんで、足元はね、こんな感じで、ボコボコですね。本当に歩きにくいです。毎回思うんですけど、最初に入った人が一番怖いですよね。どんな場所かもわからないんでね、出口っていう看板はあります。帰りこれを見つけたらホッとするでしょうね。もう後ろ振り返ると何も見えません。本当にね、明かりのない闇の世界です。これ一人で行くのどんだけ怖いかわかりますかね。本当に怖いです。でもこの辺ちょっとぬかるんでますね。長靴できて正解なのかどうなのかよくわかんないですけど、コウモリはいてるんですけど、そんなに大量にいてるっていう感じではないですね。うわー、すごい。キラ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 光ってる。この辺も鍾乳石ですね。かなりちっちゃいけど、こちらには階段があるんですけど、朽ち果ててます。この手すりもね、腐って折れてます。この階段に身を任せても大丈夫なんでしょうか。でも一応ね、観光地なんでね、大丈夫でしょう。これ。いやー、怖い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 。でもね、すごくしっかりした階段で、揺れたりはしないです。今のところね、見どころっていうのはないんですけど、空間すべてが自分にとっては見どころというか、怖い。
足の踏み場を考えながら歩くんで、うまいこと前に進めません。ここから右と左にルートが分かれます。わあ、すごい。これ、鍾乳石です。このような形になるまで何千年ってかかるんでしょうね。左側進んでみたいと思います。この辺りからね、ちょっとね、獣の匂いがします。コウモリの匂いですね。あら、もう行けないのか。水没してますね。いや、深いな。あ、でも向こうに続いてますね。水たまりを抜けてきました。で、こちらはこんな感じですね。広いけど怖いな。これは長靴が正解ですね。本当にぐっちょぐちょです。ここは10メートル近く高さがあります。うわ、すごい。この先やばいかもしれません。聞いたことないようなコウモリの大群の鳴き声がします。本当に聞いたことないぐらいの群れでいてると思います。聞こえましたかね。相当な数のコウモリの鳴き声が聞こえてきます。すごい、これ鍾乳石やコウモリの数がえげつなすぎてちょっといけないですね。うわ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 、これは無理やわ。ごめんなさい。これは通れないわ。うわ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 、無理や。きつい。うわうわ、無理。おお、怖え。ちょっと真剣にちょっとやばくなってきました。うわー、やべや、逃げる。ダメや。眠ってたコウモリを起こしてしまった。うわ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 、帰り道も大変なことになっちゃいました。うわ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 、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、帰り道も大変。うわー、こんなん初めて。なんじゃこら、何これ。うわうわうわ、映ってるかなこれ。ダメだ、帰れるのかこれ。もう大変なことになってる。怒らせてしまった。警戒してるんですかね。出て行けって言ってるんですかね。2人で行こうが3人で行こうが関係ないですね。無理です。収まってきました。もう一気に疲れました。また来た。またいっぱいおるやんか。さっきまでこっちいなかったのに。だんだんコウモリに慣れてきて、怖いっていう気持ちからですね、だんだん苛立ちに変わってきました。とはいえ、自分からね、コウモリの巣穴に入っていってるんで。あれ？行き止まり？ちょっと待って、道迷った？行き止まりじゃん。あれ？どっか道あったっけ？方向感覚がだんだんわからなくなってきますね。なんか変な汗かいてきた。こんなとこ迷うやついないよね。迷子になっちゃいましたね。あれ？こっちは行き止まり。ということはこっち。一本道やったよね。水没してる道と、この行き止まりの道。ということはどっかに左に曲がる道があるはず。こっち行ったらさ、さっきの大群のコウモリのとこに戻るだけよね。こんなに広いのに帰り道がわからない。あ、これか。こっちですね。
れ、こんな狭いとこ通ってきたかな。狭っ。ちょっと、なんで階段があります、さっきの。この下に。道を間違えた。ここは階段や。さっきのね。よいしょ。ここですね。よいしょ。狭い。帰ってきた。うわ、ぬるる。暑っ。無事戻ってくることができました。この狭い入り口からあんな広い世界が広がってるなんて想像もつきません。感動もあったんですけど、やっぱりコウモリが怖かったですね。で、道内はね、そこまで狭くないんで、こういう、なんていうんですかね、圧迫感がないから、そこまでね、怖いとは感じませんでした。こんな山奥によくこんな洞窟を見つけましたね。この洞窟は誰でも入っていくことができるんで、行ってみたいって思った方はね、ぜひ訪れてみてください。冒険心くすぐられます。天気はね、悪くなってきましたね。出るときはね、しっかりロックしてから出ていきます。長靴もね、かなりドロドロになりました。汚れていいような服装で着た方がいいと思います。岩場とかに手をついて汚れてるんですけど、そこにもね、コウモリの糞とかそういう菌がね、付着してると思うんで、ビニール袋に入れて隔離します。ヘルメットとかもね、アルコールの含んだウェットティッシュで拭いたらね、大丈夫なんで。それでは向かいます。もう雨降りそうです。ついにね、雨が降ってきました。飲食店見つけたんで、そちらでお昼ご飯食べていきます。お休みじゃない？お休みやね。定休日って書いてる。いろりで地鶏を焼いて、食べるお店みたいだったんですけど、今日定休日でした。Google マップではね、営業中ってなってるんですけど、閉まってます。閉まってたんですけど、奇跡的にね、すぐ近くに道の駅があったんで、そちらでお昼ご飯食べます。仕方ないですね、閉まってるのは。こちらですね。目的地に到着しました。お疲れ様でした。すごいお客さん。結構立派な道の駅やね。大きいね。うん。よし。はい、到着しました。こちらはですね、声優の里肱川というね、道の駅です。商業施設がたくさんあります。こちら左端にはですね、主婦の店というスーパーですかね。その隣がですね、コンビニですね。こちらがね、野菜とか売ってるんだと思います。道の駅のタオルなんて初めて見ました。ゾブタレ。見たことないね。愛媛県のイメージアップキャラクターのみきゃんっていうのがあります。で、こちらお食事どころですね。肱川ラーメンっていうのがありますね。あと肱川焼きとか。メニューはね、いろいろあるんですけど、すごく悩んだ結果ですね、アジとエビフライ定食にしました。こちらがね、エビフライとアジの定食です。小さなエビが3本とアジフライが1枚でした。これでね、1450円なんで、ちょっとお高めですね。で、こちらがね、妻が注文したチーズメンチカツと唐揚げの定食なんですけど、こちらも同じ値段でこれだけのボリュームがあります。いや、こっちにしたらよかったですね。いつも言う。いただきます。揚げたてなんでね、めちゃくちゃ美味しいです。アジフライ。
めっちゃ身が分厚いです。これは食べ応えありますね。ごちそうさまでした。美味しかったです。よいしょ。ご飯ね、すごく美味しかったです。でもよくよく考えたらね、この山間部で海と縁がないはずのものを食べてたんで、他のものにしたらよかったなって後々気づきました。で、道の駅でね、いろいろ買ってきました。はい、夏みというみかんなんですけど、マンダリンとポンカンを交配して作られた品種だそうです。はい、ここでしか買えないのかなと思って買ったんですけど、どうなんでしょう。愛媛の謎のタレみたいな感じのキャッチフレーズで売ってたんですけど、ゾブタレみかんというタレですね。鶏と豚と魚、あとサラダなんかにかけると美味しいそうです。どんな味なのか全然想像つかないんですけど、ちょっと買ってみました。愛媛といえばこの別紙飴ですね。こちらも買いました。それでは宿の方に向かいます。宿まではですね、ここから5分で到着します。こちらを右ですね。すごく大きな鳥居があります。よいしょ。よっ。でかいね。よいしょ。これを左。あと2キロですね。はい、見えてきました。この建物がそうですね。で、こちらが駐車場。よっ。到着しました。こちらがですね、小藪温泉の駐車場で、旅館はこっちにあります。こちらにね、何かありますね。わー、すごくね、のどかな場所です。この辺りだけね、少し開けてて、家が数軒あるだけです。八大竜王神社と関係があるんだと思います。こちらには水が溜まってるんですけど、めちゃくちゃ綺麗。下からね、ポコポコ湧いてるような感じがします。これ温泉なんですかね。雨が結構降ってきました。小藪温泉です。はい、現在も営業中ですね。一旦ね、この建物を向こう側から見たいと思います。田んぼと、あとね、家が数軒あります。こちらの建物が小藪温泉で、1861年に源泉が発見されたと言われる歴史ある温泉です。明治9年1876年に創業して、現在のこの本館は建物の周りを囲むように欄干付きの廊下が巡らされた木造3階建てで、大正時代の中頃に建てられたそうです。現在ではですね、これほど大きくて古い木造建築はほとんど残ってないんで、2000年に国の登録有形文化財に登録されています。本当に貴重な建物だそうです。温泉ももちろん魅力的なんですけど、この建物の内部がすごく気になって予約しました。泉質はですね、無色透明で無臭のアルカリ性単純泉の冷鉱泉で、湧出量は毎分約30リットル、源泉温度は17度です。なので加温して利用されているそうです。当時客や観光客に親しまれている温泉で、実はですね、昨日下見に来たんですけど、次から次へとね、日帰り入浴のお客さんが訪れていて驚きました。こんな山の中なんですけど、利用客が本当にね、多くて人気の温泉です。それではね、チェックインしたいと思います。玄関から入って右手がすぐ受付になります。で、館内はこんな感じです。
ごい。ここはおそらくね、湯上がりどころだと思います。いやー、すごい。明治に建てられた建物がこんなにね、綺麗な状態で今も残ってるのはすごいですよね。うわー、おばあちゃん家に来たみたいな懐かしい感じもあります。お部屋の周りがですね、回廊になっています。ちょっとね、見に行きます。めちゃくちゃいいですね。こちらは喫煙所ですね。こっからの景色めっちゃいいですね。そこで終わりです。うわー、こんな感じの回廊で昔の日本の風景がそのまま残ってるっていう感じですね。扇風機がなくてもすごくね、涼しいです。ここでスイカとか食べたいですね。わー、今回宿泊するお部屋はこちらです。階段を降りていきます。すごい趣があります。で、こちらがね、朝食会場で、多分ね、こちらが夕食会場だと思うんですけど、こういろりの間があって相席でね、食事をとるみたいです。で、今回相席ではなくて別にね、夕食会場で食事をさせていただくことになりました。すごいですね。はい。で、こっから向こうはですね、築38年の建物になります。で、夕食をとる場所はこちらです。この鶴という場所で、はい、こんな広い場所になります。はい。で、こちらにもね、階段が続いてるんですけど、おそらく客室だと思います。で、今日はね、満室なんであまりうろうろしたらね、他の宿泊客の迷惑になるんで、あえてね、こっちはもう行きません。で、こちらがですね、大浴場ですね。右側が女湯、そして左側が男湯です。で、こちらもね、撮影許可いただいたんで後で撮影したいと思います。で、この周りの景色はですね、こんな感じです。いやー、風情のある建物で、外から見る感じね、こんなに広くなさそうに感じたんですけど、館内はめちゃくちゃ広いです。で、ここからはですね、温泉の匂いがすごくしています。で、お部屋はこちらです。はい、こちら客室ですね。2階です。はい。今回宿泊するのはこの今日の間というお部
屋です。迷路のようで迷ってしまいそうです。はい、それではね、お部屋を見てみたいと思います。扉入ってすぐこんな感じの空間で、右と左と扉があります。左手はですね、トイレなんですけど、この旅館の客室すべてにトイレはついてます。で、昔ながらの扉でですね、ここをね、横に引くと開きます。はい、こんな感じのトイレです。はい。で、こちら右側の扉がお部屋です。こんな感じの10畳のお部屋でめっちゃ広いです。こちらにはテレビや iPod、そしてね、電話があります。でこちらにはですね、空気清浄機とか、あとエアコンもあるんで、この中はかなり涼しいです。でおそらくこちらは布団だと思います。はい。でこちらですね、こちらがクローゼットなんですけど、バスタオルやフェイスタオル、そしてね、浴衣が置いてます。でこのタオルもですね、親部温泉っていうね、印字の入ってあるタオルなんでお土産になりますね。でこちら披露宴なんですけど、披露宴の右側がですね、こちら洗面台ですね。はい。でこちら左側が冷蔵庫です。缶ビール358円、ソフトドリンク216円、ビールとウーロン茶があります。こちらね、有料になります。こちら部屋からの景色はですね、すごい川が流れてます。はい、こんな感じの景色ですね。で館内の案内図とかは特になくてですね、温泉の利用時間が夜22時までですね。で朝が7時から9時までで、日帰り入浴は19時までなんで、19時から22時までは宿泊者のみ利用することができます。はい。でこちら朝食の時間は7時半から9時までの間ですね。で夕食は6時でした。でこちらの客室は全部で7部屋あるんですけど、今日は満室です。結構先までこの宿の予約は埋まっていました。こんな山の中で歓楽街も何もないんですけど、本当に人気の温泉旅館だと思いました。それではね、お風呂に入りに行きたいと思います。よいしょ。よいしょ。こちらが脱衣所ですね。はい。こんな感じの脱衣所です。はい。でこちら洗面台です。でこの先がですね、浴槽ですね。めちゃくちゃいいお風呂です。緑に囲まれてて、すごく落ち着く空間です。周りはですね、木でできていて、浴槽の床は下はですね、石になってます。洗い場はですね、1、2、3、4つあります。それではね、入浴したいと思います。肌がね、すべすべになります。トロトロの温泉です。いや、これはいいですね。入ってきました。
めちゃくちゃ気持ちよかったです。すごくねトロトロした温泉で、上がった後もね肌がねスベスベします。シャワーもねちょっとトロッとした感じがあったんで、源泉を使っているのかなと思います。晴れていたらもっと綺麗だったと思います。今日はちょっとね曇りなのが残念です。よいしょ。夕食まで時間があるんで散歩します。本当に立派ですね。ここから見るとですね、この建物の古さがよくわかります。わあ、水がきれい。わ、すごいね。おお、なかなかの渓谷美です。左側は田んぼですね。これはどこに行くんでしょうか。あ、こんな感じの川になってるんですけど、この先はね多分大浴場になると思うんでやめておきます。それでは夕食の時間になったんで、夕食会場の方に向かいます。よいしょ。あ、また全然明るいですね。うわ、すごい広。こんな感じの24畳のお部屋にですね2人だけで食べます。うわー、すごい。昔は宴会場だったんでしょうか。はい。で、こちらが夕食ですね。こちらアマゴでしょうか。ちょっと説明はなかったんで、ちょっと何が何かっていうのは詳しく説明できないんですけど、これは何でしょうか。この魚はタチウオなんですけど、この下何でしょうか。おからなんでしょうかね。はい。あとはアマゴとか、刺身こんにゃくで、こちらごま豆腐ですかね。あとタケノコかハチクかちょっとわからないですけど、タコの酢の物にカモですかね。見た目はカモなんですけど、はい、煮物です。蓋が閉まらないぐらい具材が入ってるんですけど、よっ、おー、あ、鶏肉ですね。鶏肉のお鍋です。いただきます。いただきます。で、こちらサイダー注文しました。アルコールもね結構種類があります。生ビール、瓶ビール、日本酒で、梅酒に焼酎、ウイスキーなんかがあります。あー、風呂上がりのソーダはうまい。まずこちらですね、このタケノコですかね。いただきます。柔らかい。味付けがねすごく甘いんですけど美味しいです。いや、びっくりするぐらい柔らかいんですけど、こちらごま豆腐だと思うんですけど、おお、あ、これめっちゃ好きなやつ。鹿児島とかね沖縄の豆腐にすごく似てます。これめっちゃ好きです。鹿児島のピーナッツ豆腐とかね、あんな感じです。これが気になりますよね。上はタチウオなんですけど、この周りは何なんでしょうか。おー、なんだこれ、おからかな。すごくね酢が効いてます。水分を含んだおからみたいな食感なんですけど、すごく酢が効いてて、でごまが入ってるのでね、ごまの風味もすごくします。タチウオと一緒に食べるとまた違うのかもしれません。はい、いただきます。ち
ちょっとねお酢が強すぎてタチウオの味がわからなかったですね。初めて食べる料理です。何なのか知りたい。こちら孫ですね。いただきます。甘露煮かなと思ったら違いましたね。煮魚ですね。こちらのお鍋もグツグツ沸騰してきました。おー、すごいいい感じです。ごぼうとかね、あと豆腐で鶏肉に、薄揚げに、しめじとかね入っていますね。全然すくえてないどんな味なんでしょうね。ちょっとこのだしを飲んでみます。あ、すごく美味しいです。少しね甘手のだしでですね、ごぼうの風味がねすごく口の中で広がって美味しいです。これは嫌いな人はいないですね。本当に定番の鍋の味って感じですね。結構ねお腹膨れてきました。鶏肉はねすっごく弾力があってなんか新鮮な感じがします。多分鴨だと思うんですけどね。いただきます。美味しいね。美味しい。すっごく燻製の香りが口の中いっぱい広がるね。えぐみとか一切なくて食べやすいですね。さっき食べたねこのタチウオのおからみたいなやつ、今聞いてみたんですけど、丸寿司っていうねこの南予地方の郷土料理みたいです。おからをね酢で締めたものだそうです。初めて食べる料理だったんで本当に何かわからなかったんですけど、聞いてよかったです。この辺のスーパーにも普通に売ってるみたいですね。郷土料理を知れてで食べれてね本当に良かったです。で次のお料理が来ました。アマゴの塩焼きとでこちら茶碗蒸しですね。はい。でこちらが何これ、お味噌汁かなと思ったんですけど麺が入ってますね。へえ。でこちらおひつですね。はい。結構あるね。食べれる。うまい。こちらの旅館ではねホタルがね見れるそうです。大浴場もね電気を消せばですねホタルが見れるそうなんですけど、他の宿泊客もいてるんでさすがに、ね、電気を消すことはできません。ご飯食べたらホタル見れるかどうかわからないですけど散策してみたいと思います。シーズンの時はね2階の今泊まっている2階のお部屋までホタルがね飛んでくるそうです。美味しい。でこちらですねお蕎麦なのかな、みかんの皮も入ってますね。緑色の麺です。なんか蕎麦のようなそうめんのような、蕎麦とそうめんの間みたいな。なんか美味しいよ。美味しいね。一見ね量が少ないように感じるんですけどめちゃくちゃお腹いっぱいです。これも食べきれるか心配なぐらいの量ですね。ちなみにねこちらのサイダーむっちゃ大きいグラスにいっぱい入ってですね330円なんでかなりね良心的な価格です。でこちら最後デザートですね。りんごといちごです。いちごめっちゃ甘いです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。こんな山奥にある古い旅館なんで正直料理は期待してなかったんですけど料理は美味しくてですね、でこの量にもびっくりしました。こんなにもね食事の量が多いと思いませんでした。自分はねそんなに小食じゃないとは思うんですけどね、もうお腹がはち切れるぐらいいっぱいです。で暗くなるまでにまだ30分ぐらいかかりそうなんで今からね温泉に入りに行きたいと思います。よいしょ。布団敷いてくれてます。それではねお風呂に入りに行きます。よいしょ。日が暮れてきた感じもすごくいいです。
めちゃくちゃ気持ちよかったです。でね、女湯の方はですね、常に誰か入られてる感じなんですけど、男湯の方はですね、誰も入られてないですね。なので、宿泊客は女性の方が多いのかもしれません。だいぶ暗くなってきました。暗くなるとまた哀愁を感じます。なんだか切ない感じが。辺りはね、だいぶ暗くなったんですけど、ホタルは見れるでしょうか。真っ暗。あれからね、だいぶ時間が経ったんですけど、この辺にですね、2、3匹だけホタルがいてます。そんなに数はいないんですね。大浴場から見れたら本当に最高ですね。この部屋からだったら見れるかもしれません。あの辺に、ほら、ほらほらほら、いっぱいおるやろ。ちょっと遠いね。見える。上まで上がってこいんかな。2階にまではね、上がってこなかったですけど、ホタルを見ることができました。ホタルを見ることができて大満足です。もう少し部屋でゆっくりしてから今日は寝たいと思います。おはようございます。朝になりました。天気はあまり良くないですね。若干雨もぱらついています。朝食まで時間あるんで、お風呂に入りに行きたいと思います。いいですね。電気消してみました。電気消えてる方がね、なんかいいですね。入浴してきました。ここの温泉はもう本当に最高です。もうあと5分でね、朝食の時間なんで、このままね、朝食会場に向かいます。はい、こちらですね。はい、朝食会場。いただきます。ごちそうさまでした。朝食食べてきました。静かな空間だったんでお料理の説明はできなかったんですけど、美味しかったです。お米の進む料理ばっかりでですね、ご飯3杯も食べました。もうお腹もいっぱいになったんで、そろそろチェックアウトするんですけども、気になる宿泊料金の方
ご紹介します。こちらはですね、予約するときに特にお部屋とかは選ぶことはできません。いいお部屋があるとかはちょっとわからないんですけど、もしかしたら予約順に、いいお部屋に案内されるのかなと思います。で、階段がね結構多いんで、足腰が悪い方はですね、電話で1階にしてもらうように、お願いするのもいいかもしれません。どの日に泊まっても料金は同じです。食事のねグレードアップとかも、ありません。もう食事プランは1つのみです。1泊2食付き、大人1名で12,800円でした。直接予約するか、じゃらんしかね予約サイトがなかったんですけど、どちらで予約しても値段は一緒です。ただじゃらんのポイントがあったんで、自分は11,500円で宿泊することができました。いろりプランっていうのもあって、料金は同じで、いろりのお部屋でね、食事をとることができます。ただこのいろりのお部屋は相席になります。この静かな時間を過ごせて、また夕食朝食もすごく美味しくて、何よりもですね、ここの温泉が本当に良かったです。気になった方はぜひチェックしてみてください。それではね、チェックアウトします。よいしょ。ありがとうございました。よいしょ。天気が微妙ですね。いやでもそれにしてもね、すごくこの宿良かったです。それでは次の目的地に向かいます。今回はですね、愛媛県にある小藪温泉に宿泊してみましたが、いかがだったでしょうか。外観はねすごくひなびた感じがあるんですけど、館内はねすごく綺麗でした。綺麗なんですけど風情を感じれてすごく良かったです。気になった方はぜひ宿泊してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。